さんおはようございます。私たちは今セイントシャペルに向かって歩いてるんですけど、実は3度目の正直初日に土曜日にもともと予約していて、お昼ちょっと前ぐらいに行ったんですよ。そのマジもうすごい大行列で、もう無理じゃんみたいな感じになって、でじゃあまた後日改めようみたいな感じで月曜日に行ったんですよ。月曜日だとちょっと大丈夫じゃないみたいな感じで、もうありえないぐらい大行列で、月曜日でもう今日、火曜日起きてコーヒー飲んですぐ来ました。そしたらなんかちょっと今通りかかって、セイントシャペルの前を、そしたらなんかまあいても2、30人ぐらいって感じだったんで、いや今日絶対行けるじゃんみたいな感じだったんですけど、電動スクーターで来て、そしたらなんか周りに止めるところがなくて、なんかその所定の位置に止めなきゃいけないんですよ。でその電動スクーターを所定の位置に止めれずに、なんかその辺に止めちゃうと10ユーロ取られます。なので電動スクーターのパーキングに止めたんですけど、今日初めて知ったんですけど、電動スクーターのパーキングも数が決まっているらしくて、その止められる電動スクーターの。なのでなんか2箇所ぐらい回らされて、やっとパーキングできましたっていう感じです。行ってきます。今セイントシャペルにたどり着いたんですけど、なんかこの電動スクーター騒ぎの10分間の間に多分50人ぐらい増えましたね、人が。マジすごいっすね。なんか今回いろいろ観光したんですけど、多分ここセイントシャペル一番行列がやばいです。なんかちょっとなんでなのか理由が分かんないんですけど、もしかしたらなんか中がちっちゃいから結構人を制限してるのかもしれません。そう、本当に早く来ることをお勧めします。もうなんか9時から開くんですけど、全然8時半前ぐらいに来た方がいいかもしれない。で冬でこれだから、多分夏とかだったらすっごいもっと人いると思います。でも私はまあとりあえずちょっと並んで今回は行ってこようと思います。3度目の正直。それではパリス Vlog3 を見ていただいた方はご存知、最終日にようやく開館30分前に到着して列に並ぶことができました。サントシャペルは裁判所の敷地内にあるため、セキュリティチェックが厳しく、教会自体がそんなに大きくないので一気に人を入れない。そしてここから徒歩5分の場所にあるノートルダム大聖堂は現在も修繕中で、中に入れないので結構こっちの方に人が流れてきているのかなと思いました。以上の点から基本的にいつ行っても行列ができてしまうと察しました。なぜか敷地内に入れたことに満足して、私たちは全く看板などを見ずに歩いていたら、すっかり裁判所で迷子になりました。迷ってます。だってさ、セキュリティ出たのさ。The church is back there. This was a church. Oh, I missed it.裁判所で働く方々何名かに助けてもらいながら、ようやく教会までたどり着くことができました。サントシャペルはパリ最古のステンドグラスで世界遺産にも登録されています。
サントシャペルとは聖なる礼拝堂という意味で、ルイ9世が購入した聖遺物のコレクションを収めて礼拝するために建てられた教会堂です。外は曇っていたのによくきれいに光が差し込むのか、曇りでもこのクオリティ。本当に圧巻のステンドグラスに目を見張りました。セイントシャペルに入れました。あんまりたくさん喋れないんですけど、階段もね上がってすぐ横にこの説明ボード、しかも日本語でいただけるので、これを見ながら見学されることをおすすめします。ほんとめちゃくちゃ綺麗です。今日曇りなんですけど、全然光入りますね。すごい綺麗、すごい本当に綺麗です。来てよかった、価値ありますよ。ちょっと参考までに、この入って左から1枚目、創世記から聖遺物の物語、この最後の15枚目、こういう風にこのステンドグラスを見ていくことができるそうです。すいません、聖書には全然詳しくありません。英語の説明書を読んでいます。めっちゃ狭いですね。かわいいよエッフェルができるまで。すごい。何これ？ You hang them in your window. Window? あ、こっちか。I was checking out this one. すごーい。Looks so grandma. 私は今、家族に送るポストカードを選んでます。スタイリッシュなの選んでます。かわいい。シテ島を訪れる機会があれば、ぜひ立ち寄ってみてください。朝一で行かれることをお勧めします。ちなみに私たちが事前に買っていたけど、その当日に人が多すぎて諦めたため、使わなかったチケットを買い直さずに使用することができました。With nuns。 皆さんこんにちは。今日はもうね、まさかの最終日ですよ、パリ。あと数日伸ばしたいけど、私たちは今からニース、南フランスの方に行くので、まあ最後の半日、もう半日もないわ。もうあと、半日はあります。半日パリで楽しみたいと思います。ヴィンテージをこよなく愛するパリジェンヌ。おしゃれでその時代に合ったものに価値を見出し、新しく物を生産するために犠牲となる自然や環境へ配慮したエコフレンドリー思想へのシフトはアメリカでも見られます。さらに一点物を探す過程も楽しいのがヴィンテージショッピング。私もあらかじめ気になっていたショップに行ってみました。とても保存状態が良くて素敵なコレクションを見ることができました。今度はもっと時間をかけてゆっくりといろんなエリアのヴィンテージショップ巡りをしたいと思います。
オペラガルニエから徒歩5分のところにあるスターバックスオペラ。シャンデリアと天井画がとても優雅な店内。ロゴを見なければスタバだと全く思わない店内。ここは宮殿？高級レストラン？と思うのはそれもそのはず。もともと貴族の館だったそうです。飲み物を購入しましたが、広い店内の中には人だらけで席が見当たらず、ドリンクを持ってそのまま退店しました。はい、来ました。私たちの大好きな安くて早くてうまいシリーズ。もちろんゆっくり時間をかけて雰囲気やお料理を味わうレストランも好きですが、限られた時間で観光をしているときはこんなレストランの存在が助かるのです。じゃあ乾杯。じゃあいただきましょうか。エビチリ炒めと、深セン味噌ラーメン、味噌担々麺をいただきます。いただきまお腹す。すいた。フランスと日本か。そうなんですか。でも英語も喋られますよね。英語も少し、トルリンガル。まあ、そうなりますかね。英語はまあそこまで。素晴らしい。彼はハーフ、フランス人と日本人のハーフ。でも日本語がすごい喋れる。で2番目がフランス語って言ってた。すごい。だから I was so impressed。日本語のアクセントがない。しかもなんかそうですねみたいな言ってるからさ、日本人かな。じゃあいただきます。いただきます。すごい。日本人に出会った。ロサンゼルスに住んでいるので日本食が恋しいのは認めます。でも本当にここのレストランはお客さんも多くて、何を頼んでも美味しくて驚きました。次回パリに来ても必ずここに来ます。今日はここまで。3度目の正直でやっと行くことができたサントシャペルのステンドグラスは圧巻でした。そしてパリにはおしゃれなカフェや美味しいペイストリーがたくさんありました。さて次回はパリから次の場所に移動します。お楽しみに。それでは皆さん Thanks for watching。良い一日を。